日本語教師 VTuber のわさびです。こんわさびーむ。今日もわさびの日本語相談室に来てくれて本当にありがとうございます。ここでは皆さんからの質問を読んで日本語の使い方を教えています。質問は概要欄やコミュニティの Google フォームから送ることができます。ぜひあなたも質問を送ってください。英語での質問も OK です。回答は不定期です。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。さて、今日の質問はこちら。毛布大好きさん、素敵な質問を送ってくれてありがとうございました。まず、ここ。すべての言葉をおで始めることはできますかという質問ですが、答えはノーです。すべての言葉におをつけることはできません。今日のレッスンでは、おは何か、どんな言葉に使うのか、美化語をまとめます。それでは一緒に勉強しましょう。おは接頭辞と言います。接頭辞はおとご2つあって、基本的には和語、訓読みの言葉にはお、漢語、つまり音読みの言葉にはごを使います。和語は日本のオリジナルの言葉です。漢語は中国から伝わった言葉です。質問の中にあった名前は和語です。これは昔から日本にある言葉です。なので訓読み、おを使います。同じ意味の言葉でも和語と漢語、2つの言い方がある言葉があります。例えば、お友達、ご友人、お住まい、ご住所、お久しぶりです。ご無沙汰しています。お気をつけください。ご注意ください。などです。意味は同じですが、和語の方が優しい印象、漢語の方が硬い印象になります。このお、ごは漢字で書くと、どちらも同じですが、普通はひらがなを使います。接頭辞のルールはわかりましたか？では、おのつく有名な言葉について考えましょう。例えば、どんな言葉があるでしょう？お寿司、お茶、お弁当。これはとても有名なおのつく言葉ですよね。でも、本当の名前は寿司、茶、弁当。どれもおがありません。おをつけると少しポッシュになります。これを美化語と言います。言葉をきれいにするためのアクセサリーなんです。美化語にもおとご2つあります。美化語を使うと丁寧な日本語になります。日本の男の人と女の人は話し方が違うという話を聞いたことがありますか？実は美化語がポイントなんです。日本では男の人より女の人の方が美化語をたくさん使います。だから女の人の日本語は少し優しい印象なんです。美化語には接頭辞のルールに入らないイレギュラーなものがあります。例えば、お時間、お食事、お風呂、お布団、お天気、ごゆっくり、ごもっともなどです。このようにイレギュラーなもののほとんどは生活でよく使う音読みの言葉におをつけた言葉です。
でも皆さん気をつけてください。例えばパソコンやベッド、どちらも生活でよく使うものですが、窃盗時はカタカナ語には使いません。窃盗時は和語か漢語の言葉に使うアクセサリーです。美化語の窃盗時はつけてもつけなくても OK です。でも必ず窃盗時をつけなければならない言葉もあります。どれも聞いたことがある言葉ですよね。実はこれも美化語なんです。最後に質問にあったお名前、これは尊敬語です。例えば、あなたのお名前は？これは OK ですが、私のお名前はわさびですとは言いませんよね。この違いです。同じ窃盗時でも美化語は丁寧にする言葉、尊敬語は相手を高める言葉です。少し違います。気をつけましょう。まとめです。お、ごは窃盗時です。これは敬語表現です。基本的におは訓読みの言葉、ごは音読みの言葉に使います。どちらもカタカナ語には使えません。日常生活でよく使う言葉には例外があります。そしてその多くはおプラス音読みの言葉です。美化語は使いすぎると逆効果になります。気をつけましょう。おの使い方はわかりましたか？このビデオが少しでも皆さんの役に立つと嬉しいです。コメントもとっても嬉しいので、ぜひこのビデオの感想や新しい質問など気軽に送ってください。これからも一緒に日本語を勉強しましょう。あなたのチャンネル登録をお待ちしています。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーむ。バイバイ。